こんにちは、今日の解説はどんな本なんだ？なんだか難しそうなタイトルだな。こんにちは。今日の主役は、ジェーン・オーステン作の、傲慢と偏見、よ。世界中で200年以上も愛され続けている、恋愛小説の金字塔なの。200年以上。そんなに昔の小説が、今でも読まれてるのか。すごいな。それで、一言で言うとどんな本なんだ？一言で言うとね、すれ違い続ける男女の恋の行方を描いた、元祖ツンデレラブコメ、といったところかしら。ツンデレラブコメ。傲慢と偏見。っていう、いかめしいタイトルからは想像もつかないんだが。そのギャップがまた魅力なのよ。今日はこの不朽の名作の魅力を、ネタバレに気をつけながらじっくり解説していくわね。本日の解説メニューはこちら。まず、この本がどんな本なのか基本情報をおさらいして、次に物語の入り口となるあらすじを紹介するわ。そして、この本の革新的な魅力を3つに絞って深掘りし、最後に、この物語が現代の私たちに何を教えてくれるのかを考えていくわ。最後まで見れば、きっとあなたも読みたくなるはずよ。まずは、傲慢と偏見がどんな本なのか、そのプロフィールから見ていきましょう。作者とか、時代背景とかだな。物語を深く知るには大事なところだ。この本を書いたジェーン・オーステンは、18世紀末から19世紀初頭にかけて活躍したイギリスの女性作家よ。彼女は、当時のイギリスの田舎に住む中流階級の人々の生活を、皮肉と愛情のこもった視点で描き出したことで知られているの。女性作家か。その時代だと、まだ珍しかったんじゃないか？その通りよ。作家として生計を立てる女性はごくわずかで、オーステンも匿名で本を出版していたの。身内以外には、彼女が作家であることはほとんど知られていなかったそうよ。彼女の作品は、登場人物の心理描写の巧みさや、ウィットに富んだ会話が特徴で、現代の読者にも通じる普遍的なテーマを扱っているから、今でも世界中で愛されているのよ。なるほどな。ただの古い恋愛小説じゃない。ってわけか。がぜん興味が湧いてきたぞ。ジャンルは恋愛小説、あるいは、マナーズ小説、風俗小説、と呼ばれるわ。当時の社会の風習や人々の価値観をリアルに書いているのが特徴ね。風俗小説？なんだか難しそうだな。簡単に言えば、社会の中での人々の振る舞いやお作法、価値観を書いた物語のことよ。そして、この物語の最大のテーマは、タイトルにもなっている、傲慢、と、偏見、なの。さらに、当時の女性にとって最大の関心事であった、結婚、も重要なテーマ。財産のない女性にとって、結婚は経済的な安定を得るための唯一の手段と言ってもいい時代だったのよ。うわ、シビアな時代だな。好きでもない相手と結婚しなきゃいけないこともあったのか。そんな時代の中で、主人公のエリザベスが、愛のない結婚はしたくないと、自分自身の価値観を貫こうとする姿も、この物語の大きな魅力の一つなの。この本は、本当に色々な人におすすめできる一冊なの。まず、なんといっても、じれったい恋模様、が好きな人にはたまらないはずよ。ツンデレラブコメの元祖だもんな。それから、人間関係に悩んでいる人、にもおすすめね。第一印象で人を判断して失敗したり、自分のプライドが邪魔して素直になれなかったり、心当たりはないかしら？耳が痛いんだぜ。見た目や噂で、こいつは苦手だ、って決めつけちゃうこと、あるもんな。この物語は、そんな、偏見、や、傲慢、を乗り越えて、相手の本当の姿を理解していく過程を書いているから、きっとヒントがもらえるはずよ。最後に、強い女性が主人公の物語、が好きな人。主人公のエリザベスは、現代の私たちから見ても非常に自立していて、自分の意見をしっかり持っている魅力的な女性なの。まさに今の俺にぴったりじゃないか。恋愛も人間関係も、全部詰まってる感じだな。それじゃあ、この本がどんな内容なのか、物語の入り口をサクッと紹介するわね。もちろん、結末に関わるようなネタバレはしないから安心してちょうだい。待ってました。一体どんな物語が始まるんだ？物語の舞台は、18世紀末のイギリスの田舎町、ロングボーン。そこに、ベネット家という一家が暮らしていたわ。ベネット家には、年頃の娘が5人もいるの。長女で心優しく美しいジェーン、次女で理髪で快活な本作の主人公エリザベス。そして、三女で堅物な読書家のメアリー、四女で分別はないけど気は良い父、五女で軽薄でわがままなリディア。本当に個性豊かな姉妹よ。5人も娘がいるのか。賑やかそうだな。でも、ベネット家の財産は、原子相続、といって、男子にしか相続できない決まりなの。だから、もしベネット氏が亡くなったら、彼女たちは家も財産も失ってしまうのよ。なんだって、それは大変だ。だから、母親のベネット夫人は、娘たちを金持ちの紳士と結婚させることに必死なの。彼女の頭の中は、娘たちの結婚のことでいっぱいなのよ。そんなある日、ベネット家の近所にあるネザーフィールド邸に、独身で資産家の青年、チャールズ・ビングリーが引っ越してくるの。この物語の有名な冒頭文はこうよ。独身で、財産のある男性なら、再婚を必要としているに違いない、というのは、誰もが認める真理である。すごい書き出しだな。ベネット夫人、大喜びじゃないか。まさにその通り。
娘の誰かをビングリー氏と結婚させようと大張り切りよ。そして、ビングリーには、親友が一人いたの。彼こそが、この物語のもう一人の主人公、フィッツウィリアム、ダーシーよ。ダーシーはビングリー以上の大金持ちで、由緒ある家柄の出身。背が高く、顔立ちも整っているんだけど、とにかく不愛想でプライドが非常に高い男性なの。出たな、高慢男。こいつがタイトルにある、高慢の担当か。街で開かれた舞踏会で、ベネット家の姉妹はビングリーとダーシーに出会うわ。ビングリーは気さくで、すぐに街の人気者になるの。そして、長女のジェーンの美しさに一目惚れするのよ。一方、ダーシーは誰とも打ち解けようとせず、壁際に立って、人々を見下すような態度をとっていたわ。感じ悪いやつだな。ビングリーが、踊り相手のいないエリザベスと踊るようにダーシーに勧めたんだけど、彼はこう言い放ったの。まあまあ綺麗だが、俺を誘惑するほどの美人じゃない。ってね。しかも、エリザベス本人に聞こえる声で、うわぁ、最低だな。プライド高すぎだろ。なんて失礼な奴なんだ。プライドの高いエリザベスは、この一言でダーシーに対して強い反感を抱くわ。これが、二人の間の、偏見、の始まりよ。こうして、ダーシーの、高慢な態度と、それによって生まれたエリザベスの、偏見、が、二人の関係を複雑にしていくの。物語はここから大きく動き出すのよ。あらすじはここまでにして、ここからはこの本の特にすごいところ、核心となるポイントを3つに絞って解説していくわね。おう、200年以上も読み継がれている理由がわかるわけだな。まず一つ目は、登場人物たちの圧倒的な魅力、よ。特に主人公の二人は、本当に人間味に溢れていて、読者はいつの間にか感情移入してしまうの。主人公のエリザベス、ベネットは、ただ美しいだけのお姫様じゃない。とても知的で、自分の意見をはっきりと口にする、自立した女性なのよ。ダーシーに失礼なことを言われても、黙ってない感じか。皮肉やウィットに富んだ会話で、相手が誰であろうと立ち向かうわ。でも、その一方で、第一印象でダーシーを、嫌な人、と決めつけてしまう、偏見、の持ち主でもあるの。そして、もう一人の主人公フィッツウィリアム、ダーシー。彼は、まさに、高慢、の塊のような男。家柄や財産を鼻にかけ、他人を見下す態度を取るわ。第一印象は最悪だな。でも、物語を読み進めていくと、彼の不器用さや、実はとても誠実で優しい心を持っていることが分かってくるの。彼の、高慢、自分の身分への責任感や、人付き合いが苦手な性格の裏返しでもあるのよ。この、欠点だらけだけど憎めない二人が、互いの、高慢、と、偏見、にぶつかり合いながら、少しずつ成長し、惹かれ合っていく姿が、この物語の最大の魅力なの。なるほどな。完璧なヒーローとヒロインじゃないからこそ、共感できるのかもな。二つ目のポイントは、痛烈な社会風刺、よ。この小説は、ただの恋愛物語ではなく、当時のイギリス社会、特に、結婚、に対する鋭い風刺が効いているの。さっきも言ってたけど、結婚が経済的な安定のため、っていうやつか。当時の女性には財産相続権がほとんどなく、いい結婚をすることが、良い暮らしをするための唯一の道だった。だから、ベネット夫人のように、娘の結婚に必死になる母親は、滑稽であると同時に、ある意味でリアルな存在だったのよ。この物語には、エリザベスの友人シャーロットのように、愛はないけれど安定した生活のために、望まない相手と結婚する女性も登場するわ。切ない話だな。エリザベスはそれに反発するわけか。そう。オースティンは、エリザベスの姿を通して、結婚は愛に基づいたパートナーシップであるべきだ、という、当時としては非常に先進的な考え方を提示したの。また、人々が家柄や財産、噂話だけで相手を判断する様子を、コミカルに、そして痛烈に批判しているわ。これは現代社会にも通じる問題よね。確かにな。肩書きや年収で相手を見たり、ネットの評判を鵜呑みにしたり、200年前も今も、人間の本質は変わらないのかもしれないな。そして3つ目のポイントが、巧みな恋愛描写、よ。この二人の恋は、一筋縄ではいかないの。ダーシーはエリザベスの知性に惹かれながらも、彼女の家族の身分の低さや、母親の品のない振る舞いが許せない。まさに、高慢、が邪魔をするの。一方のエリザベスは、ダーシーの第一印象の悪さと、ある人物から聞かされた嘘の情報を信じ込み、彼を徹底的に嫌うわ。こちらは、偏見、ね。最悪の相性だな。どうやってくっつくんだ、この二人。物語の中盤、ダーシーは自分の高慢な気持ちと、エリザベスへの愛の間で葛藤した末、ついに彼女にプロポーズするの。でも、その仕方が本当にひどいのよ。君の家族は身分が低いし、結婚するのは俺にとって不名誉なことだが、それでも君を愛してしまったから結婚してやる。こんな言い方だったの。なんだそりゃあ、喧嘩売ってるだろ。当然、エリザベスは激怒して、彼を完膚なきまでに罵って断るわ。このシーンの二人のセリフの応酬は、文学史に残る名場面よ。でも、この大失敗のプロポーズをきっかけに、二人は初めて自分たちの、高慢、と、偏見、に向き合うことになるの。ここからが、この物語の真骨頂よ。一度、どん底まで関係が悪化するからこそ、その後の展開が面白くなるわけか。
これは確かに、ただの甘い恋愛小説とは違うな。ふむふむ、本の凄さはよくわかったぜ。で、この本を読むと、俺たちの人生は具体的にどう変わるんだ？良い質問ね。200年以上前の物語だけど、現代を生きる私たちにとっても、たくさんの学びがあるのよ。まず仕事や人間関係の面では、第一印象の危険性を教えてくれるわ。エリザベスは、ダーシーの最初の悪い印象だけで、彼を、高慢で嫌な男、と決めつけてしまった。まあ、あれだけ失礼な態度を取られたら、仕方ない気もするけどな。でも、その、偏見、が原因で、彼女はダーシーの本当の良さや、彼の行動の真意を長い間見抜けなかった。そして、別の人物の嘘を簡単に信じてしまったの。私たちも、一度、この人はこういう人だ、と思い込むと、その色眼鏡で相手を見てしまいがちよね。でも、その第一印象は、本当に正しいのかしら？確かに、後から話してみたら、意外と良いやつだった。ってこと、結構あるよな。そう。この物語は、自分の、偏見、を疑い、相手を多角的に見る大切さを教えてくれるの。人間関係をより豊かにするための、重要なヒントよ。そしてもう一つは、自分を顧みる勇気、の大切さよ。ダーシーは、エリザベスにてひどく拒絶されたことで、初めて自分の、高慢さがどれだけ人を傷つけていたかに気づくの。自分の非を認め、変わろうと努力する。これは、とても勇気がいることよ。彼のプライドを考えると、なおさらね。確かに、自分は悪くないって思いたいのが人間だもんな。エリザベスも同じよ。ダーシーからの手紙で真実を知った時、彼女は自分の、偏見、がいかに愚かだったかを痛感し、深く恥じるの。この瞬間まで、私は自分というものを知らなかった、とまで言うわ。プライドが邪魔して、自分の過ちを認められないことは多いわ。でも、この物語の二人のように、自分の欠点と向き合い、変わろうとすることで、人は成長し、本当に大切なものを手に入れられるのかもしれないわね。深いな。恋愛小説っていうだけじゃなくて、人生の教科書みたいな側面もあるんだな。というわけで、今回はジェーン・オースティンの、高慢と偏見、について解説しました。まとめると、この本の魅力は、良かった点は、なんといっても時代を超えて共感を呼ぶキャラクターと、二人のじれったい恋模様ね。そして、その背景にある社会風刺の鋭さも素晴らしいわ。注意点としては、200年以上前の作品なので、少し回りくどい言い回しや、現代とは違う価値観が出てくることかしら。でも、それも時代の味として楽しめるはずよ。なるほどな。つまり、プライドが邪魔して素直になれない金持ちツンデレ男と、第一印象で人を決めつけちゃう偏屈女子が、大喧嘩しながらもお互いを理解していく、元祖ラブコメの最高傑作。って感じだな。ふふ。まあ、そんな感じね。とてもわかりやすい要約ありがとう。この本が気になった方は、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてね。あなたの人生を変える一冊になるかもしれないわ。このチャンネルでは、これからも皆さんの知的好奇心を刺激する本をたくさん紹介していきますので、チャンネル登録もお願いしますね。それでは、ご視聴ありがとうございました。